Meshtabi Season 5 Konkai no Meshtabi wa Maji de Mata Tabatai 福福岡博多界隈9県です。それでは早速Let's get it started. 1 Sumi Yoshi Udon Tyler 11時オープン直後に到着も駐車場探しで右往左往しているうちにこの状態。ただ回転が早いので15分くらいで入店できました。タモリさんが愛するというごぼ天うどんをぜひいただきたくてやってまいりましたよ。タモリさんが日本一といったうなぎ屋さんが超美味しかったのでね、こちらのうどんも楽しみだったんです。はい、博多のことはタモリさんに聞けってね。博多うどんの中にあってはちょっと讃岐寄りのもちもち感がある自家製麺にいりこ、あごなどをたっぷり使った香り豊かな甘めのつゆ、揚げたてのごぼう天がまた美味しいですね。はい、もちろん柏飯も追加。ざるうどんは小麦の香りがしっかり感じられる柔らかいけどコシのあるうどん、ちょっと濃いめのつゆに絡んで美味しい。名店でもこのお値段、北海道ピーポーにはびっくり仰天のコスパですね。まったくだ、こっちのうどんはどこの店でも貫通してしまうよ。それ以上むくんだら知らないからね。だってうまいんだもん。確かに美味しいね。私は冷たいうどん派だったけどおつゆが美味しいからあったかうどん派になっちゃいそうでしょう。テーブルに置かれた柚子胡椒で後半だしの香りの変化がまたうまいんですよね。博多スタイル。はい、大好き。2 Hakata Eki Mae Ajafurai Center Amuko Sun アジフライ専門店と聞きゃランチタイムは行列必至かと思いきやそうでもなかった。開店直後だったからかな。さあ福岡のアジフライはいかに。寿司の味はべらぼうにうまいのは経験済みなのですが、アジフライはいかがかな。店名がお婿さんとかなんで？どっかのお店のお嬢さんの旦那さんが独立したんかな。それがさ、自分の顔が昭和な感じだからなんとなくって名前つけたんだそうなんだよね。マスオさん的イメージなのかなと勝手に思っております。はい。なんかピンとこないね。ピンとくるのピンっていうのはもうピンとこないけどね。確かにピントってなんだ。ピーンらしいよ。ジェスチャーは見えとらんがな。ジェスチャーは。あ、そっか。結構若い兄さんたちが切り盛りしておりましたね。イエイイエイ系のロックがかかっててさ、なんかアジフライ食う感じじゃなかったよね。スッとドドッドドッドドドッっていやバスドラ踏みすぎやろとつぶやきながらアジフライを待つミュージシャン崩れおじさんでございます。やっぱでっか。でかいよね。九州の人はでかいって思うんでしょうが、あれよね、北海道来て皆さんホッケでかっていうみたいな。あ、そうだね。きっと今までインプットされてきた味の味とは違う味だ。やっぱりそう。この間違うお店で食べた味も今まで食べてきた味の味と違う味だった。ふっくらふんわり上がった味はこれ味なのって感じ。思わず聞いちゃったもんね。魚フライっていうメニューだったから、これなんて魚ですかってね。店員さんまさかの質問にギョギョギョって顔してたわよ。だ、またタルタルがうまいね。爽やかなタルタルいいっすね。食べ終わったら長蛇の列になっておりました。危なかった。もう帰り道でっかいホテルの前の横断歩道を渡っていったらすんげえ足短い男が向かいから歩ってくると思ったの。これはさすがに勝ったかなと思ってね、したっけよく見たらホテルのガラスに映った自分の姿だったんだよね。ってことは泥ね。で3 Lalaport Hakata Original Pancake House ララポート福岡で見つけたパンケーキハウスさん。うちのおじさんパンケーキ大好きなの。おっさんのくせに。はい、パンケーキ大好きおじさんなんです。パンケーキハウスはね、前に吉祥寺のお店に行ったことあるんだけど、 YouTube を始めるだいぶ前だったんで映像を撮っておきたくってね、やってまいりました。連休ということもあり超混雑のウェイティン何言ってんだお前。グ。わかんない自分でも。連休ということもあり超混雑のウェイティング。小1時間
連休のモールってタイプじゃないんだけどね。福岡の連休はどこ行ってもとんでもない混雑なのでね。ああ、天神界隈はワヤでしたね。コンサートがめちゃめちゃあったらしいのよ。東方神起に20、乃木坂、スキマスイッチでしょ。それに五醍醐。五醍醐？うん。あれ？解散してなかったの？はい。スティーブ・フォックスが宣教師になるために脱退したってのは記憶にあるけれども。宣教師？ああ、千原誠二か。はいはい。五醍醐はもうおしまい。パンケーキ食べるわよ。はーい。ダッチベイビー。テーブルで目の前で仕上げてくれるパンケーキなのね。ねえ、バターホイップ塗りのレモン絞りのパウダーシュガーかけのってね。想像と全く違うパンケーキね。なんかシューカワチーズケーキみたい。ああ、1953年に創業以来長い時間をかけて編み出されたこのパンケーキのレシピはアメリカ全土で評判になり愛され続け、現在では140店舗になるそうな。初めて聞いたけどね、パンケーキハウスって。ハワイアンパンケーキのエクスシングスとかよりも全然古い歴史があるってことね。日本に入ってきたのは一番遅いんだけどね。ほんとパンケーキも詳しいよね、おっさん。パンケーキは一般的に生地を平鍋で焼いたもののことを言い、パンや焼き菓子の最初の形と言われているんです。日本では明治時代以降に普及したパンケーキですが、その起源はとても古く、紀元前まで遡ると言われています。そこまで。もういいわ。パンケーキは食べるに限るよ。うんちくは結構。おーい。あ、30年ぐらい前、山手線のつり革に捕まってたら、隣のつり革が竹川幸秀さんだったってことがあったね。電車乗るんだ。ね、乗ってた。4. Hakata Eki Higashi Tonkatsu Wakaba 博多にもありました。低温調理の白いとんかつ屋さん。これはなんととんかつにする肉1枚に1つずつ個室があてがわれておりました。個室？そうなんです。肉1枚ごとに1つのフライヤーで調理されていくんですね。個室ごとにタイマーがセットされてるんで、職人の感覚で調理ってんではなく、マニュアル化されており、安定した品質のとんかつが出来上がるのでございましょう。出てきたお肉はものすごいピンク色のお肉。これが衣がサクッとしながらも肉はしっとり爽やかで、ちょっとびっくり級の柔らかさ。ああ、びっくりだぜ。まあロースはね、そう驚くほどのものではないんだけれども、ヘレですね。ヘレ？ヘレ。サッカーうまそうね。ペレではないんです。あ、漫才師の奥さん？西川ヘレンでもありません。知ってた？ヒレとヘレの違い。一般的には関東ではヒレだけども、関西ではヘレなんだそうです。ドラえもんとドラえもんの違いみたいなこと？関西ってドラえもんなの？ドラえもんだよ。これは通常のカツ丼とは違い、卵とじにはしておりやず、卵の上にカツを置くスタイル。一般的なカツ丼のような味付けもされておりません。平たく言っちゃうと、スクランブルエッグの上にとんかつ乗っけましたみたいな。ヘレカツ、卵、ご飯の3層になっていて、お醤油をかけてもよし、ハーブ塩やわさび塩をかけてもよし、自分好みで味わえるの。このカツ丼好きですたい。ねえ、これいいわ。さっくり揚がったとんかつを損なうことなく味わえるよね。なんといってもこのお肉の柔らかさには西川きよし師匠も目をまん丸にすることでしょう。ああ、おいちゃんは完全無欠のとんかつはロース派だけれども、ここのとんかつは絶対的にヘレですね。ヘレカツが美味しいね。え、美味しい。ちなみにこちらの豚さんはその時々で厳選された九州産のブランド豚が使用されているんだけども、今日は長崎県産の麦小町っていう豚ちゃん。麦を食べて育ってるからお肉が甘いんですって大将が教えてくれました。日本の豚肉はうまいですわね。ねえ、このカツ丼は飯旅史上トップクラスのカツ丼ね。だ。5. ニューヨーク Shingu Onsen Fuku no Yu 飯旅ーズ大好き福の湯さん。福
福岡に4店舗あるうちの一つが新宮温泉でございます。はい、これで3店舗目制覇ですな。現在改装中の春日店を除いて全制覇。いや、さすがでしたね、福の湯さん。ねえ、新宮温泉も素晴らしい施設でございました。ゆったり20人サイズくらいかな。かなり広々としたスペースのこの字型サウナ2段式、温度は80度とやや低めの設定ながら、ただオートロウリュで湿度がしっかりキープされているので汗はドッバドバかけましたね。湿度って大事だね。大事。また水風呂がぬるめとキンキン2種類ってのがいいよね。温度が違う2種類の水風呂ってのは福の湯さん系列で新宮店だけじゃない？あ、そうかもね。そして福の湯さんの代名詞、露天スペースの豊富な整いチェアと至る所に設置された散水用ホースがええですね。これはぜひ他の施設も取り入れてほしいシステムですわ。またここ蒸し風呂ってのが寝湯になってっから、老いも若きもエクトプラズマ吐きまくりプハーでございました。ぷはいや、福の湯さんいいですね。ここも国内トップクラスにお気に入り施設となりました。残すは福岡市内は春日店のみ。夏のリニューアルまではさすがに九州いられないと思うので、来年の楽しみにとっておきましょう。そうしましょう。6. Ohashi, your Shockyard Cheeto. ご飯おかわり自由、学生の街大橋で愛されてるお店、創業50年以上になるのだそう。あ、そんな古いの？全然そんな感じではなかったね。20年ぐらい前の流行りっぽいダイニングバーって感じのデザインのお店。かっこいいお店だよ。お目当ての少し大きいポークカツバター焼きデミグラスソースってのには会うことができず残念。人気のハンバーグランチをいただきました。ところでさ、店名のチトって何？あ、噂によると猫の名前らしいんだけど、オーナーの飼い猫なのか、またオーナーが猫なのかはちょっとわかんないです。オーナーが猫ってのはなさそうね。そうかな。ぷっくりこんもり美味しいハンバーグがご飯サラダスープフリーで1000円っていうのはお得感ありますよね。日替わりがいつも違うのが楽しいですね。こんなにリーズナブルな洋食屋さんが近所にあったら嬉しいね。嬉しいね。九州一周してまた福岡に戻るので、その時にぜひ少し大きいポークカツバター焼きデミグラスソースをいただきたいなと思うおいちゃんなのでした。カツカレーもあるんでしょ？そうなんだけど1500円なんだよね。さすがに1500円は慎重になるでしょ。なあ、そりゃそうね。1500円ったら下手すりゃコスパ最強系のお店の倍の値段だもんね。そうそう。そしてカツカレーが美味しいと書いてるパイセンが全然いなかったんでね。ああ、それは過去の経験から言って手出し無用ね。でしょ。私は煮込みハンバーグが食べたいな。行きましょう。7. Today's Katsu Curry. Sumiyoshi, Ofu Rice Curry Kens. はい、今日はカレーでよかろうもん。あ、違った。今日もカレーでよかろうもん。はい、ほぼ毎日のようにカツカレーいただいておりますカツカレーおじさん。今回は秘密基地から激チャリで10分、楽しみにしておりました気合の入ったカレー専門店にやってまいりました。ちょっと九州シリーズ打率低めなんでね。そうね。察するに実食したカツカレーの半分もご紹介できてないんじゃないかなと思っております。そうなんだ。カツカレーって設定はなく、欧風カレーにサクサクカツをトッピングというメニュー選択は自分で丸付け方式でオーダー。はい、来ましたカツカレー。色濃いでしょ。濃ゆいね。色濃いは苦手なんでね、おいちゃん。どの口が言ってんのそれ。濃いぞよこりゃと思ったのだけれども、スープがついてんの。そば湯的なね。そうそう。博多名物水炊きをイメージした博多のカレーをってことで、鶏の優しい味のスープがついててね、カレーを一口残して締めにカレー水炊きスープをどうぞってことらしいんだけども、おいちゃんは猛烈に序盤でこのスープを投入しましてねこれで自分好みのシャバい優しい味のカレーに変身とバリ辛の素っていう辛みも投入し、激辛カレーに
これいいわ。それはそれでありよね。そうさ、味が調整できりゃ何の問題もなし、門満タイ。フリーのアチャール、ピクルスみたいなやつもぶっこんで、これはもうめちゃうまカレーに大変身でございました。よかったね。ありがとうございます。あ、ひょっこりはん。だ。 8. Hakata Station. QGK. JR 博多駅前具を美味しいもの探しにプラついてると、うちのおじさんがこれにロックオン。音声は撮ってませんよ。映像は撮ってますけど。それは録音、レコーディング。あ、そっか。これは食べずにスルーできませんでしたね。美味しそうでしょ。確かに。トウモロコシ大好きだからね、メシタビーズ。そうなんだ。鹿児島名物さつま揚げの専門店ということでね、お客さんの 98% が買っていくという焼きもろこし。おいちゃん一目惚れです。この前から仁王立ちして離れようとしません。トウモロコシの天ぷらも大好きだもんね。はい、大好きなんてもんじゃないですからね。大好きでございます。あとこれね、真っ黒クロスケ。これもさつま揚げと思いきや、なんとこちらメンチカツなんですね。こういう不思議なものって食べずにいられないのよね、メスタビーズ。はい、因果な佐賀やね。ちょっとここはまだ福岡よ。録音してんのは佐賀だけど。美味しいよねこれ。豚まんっぽい味付けで、おかずでもお酒のあてにもちょうどいいやつ。あ、博多駅来たら買っちまうね。だ。 9. Higashi Hilao. Templar Hilao. はい、福岡空港が目の前のこちら、メシタビーズ大好物の天ぷら屋さん。ここは福岡ピーポーが羨ましいっていうお店ね。はい、羨ましいですね。これはもう全力で札幌に欲しい案件でございます。ねえ、こういう天ぷら屋さんは札幌にもちょいちょいあるんだけど、なんか違うんだよね。確かにライブ感、スピード感、サクサク感、熱々感、言葉では伝えきれない魅力があるとですね。あると。そんな使い方するのかな、博多弁ってさあ、相変わらず超満員でございますね。ずーっと待ってる人が次から次です。旅人もいるけども、地元の方がほとんどって印象でしたね。はい、だって来ちゃうでしょ、これは。美味しいもんねえ。はい、やっぱりこちらの薄めのサクッと揚がった天ぷら美味しいですね。そしてこのお店の最大の魅力と言っても過言ではない、この柚子入りの塩辛に大根の漬物にも柚子が入ってる。これがなんと食べ放題だ。この塩辛が美味しいの。塩辛言うたら函館のほら文字通り塩辛いあれ想像するでしょ。ところがこちらの塩辛は塩辛くない塩辛なの。柚子の風味が爽やかさっぱりの塩辛。これがご飯と合うんだよね。天ぷらの箸休めにも最高。この塩辛が美味しいの。あ、去年は買って帰っちまったもんね。だ。天ぷらもどれもシンプルで美味しい。サバの天ぷらがうますぎた。なんでサバの天ぷらってないんだろう、北海道には。絶対やった方がいいよ。うまいね。定食に鶏天が入ってるのも九州って感じね。鶏天も柔らかくって美味しい。うまい、うますぎる。すごいスピードで平らげごちそうさんってお店を出たら、あら、お隣は飛んで火にいる牧野うどんさん店でね。まさかの牧野うどんも食らうの牧野うどん。その模様はまたの機会に。Jikaino Meshtabi wa. Maji de Mata Tabatai. Fukuoka Tenjin Kaiwai des. Otanoshi Mini. See you soon. 牧野うどんまで食ったらさすがに腹ちぎれるかと思いましたね。はい。これ夜の結構遅い時間だったんだけど並んでたんだよね、牧野うどんさんもね。すごかったね。で、控えめな我々お店を出てく人の邪魔になっちゃいけないっていうんで、こう壁に張り付いて並んでいたら、次来た客がね、俺たちを抜かして入ってっちゃったんだよね。それでその俺らの後ろにいた一人で来てた村野武則さんも村野さんだった。とばっちりで一緒に抜かされちゃって。そうですな。で俺らだけなら別に一組ぐらい入れ替わったって変わりはしないよと思ったけど、
後ろにも村野さんがいたのを知ってたから、そういやいや僕らのが先だよってことを店員にアピールしたんだけども、そしたら店員がいやいやこちらのお客さんが先ですからっつって、なんかしかとこいてこう気づかないわけないだろうと思ったんだけど、中国人みたいにこう割り込んできたねファミリーがいてね、そうだね。息子は小学生の息子っぽいのが気づいて、お母さんこっちの人たちの方が先だよみたいに言ってたんだけど、お父さんがずらーっと入ってっちゃってね、そうなの。あら子供の教育上良くないよねと思ったけど、いやいやいやうちらのが先だよって店員に言ったけども、いやいやこちらのお客さんが先ですからっつって、どういうわけか先抜かされちゃったんだけど、それに対してって言ってたら、後ろの村野さんも本当ですよねっつってそうすいません我々が至らないがばかりにって言ったら、いやとんでもないですとんでもないですってね、いい人だった村野さん。いい声してたね。まあ、人間がやることなんでね、いろんなことが起こりますんで、そんなことにいちいち目くじりは立てない飯旅でございますが、はい。結構でも今回福岡に一月ぐらいいてねちょっと違った福岡の一面を見てますよね。こんなに日本で車のクラクションが聞こえる街そうね。なかなかないよね。なかなかない。鳴らすね福岡と思って、あるからね。同じ日本でも文化が随分と違うもんですね。確かに。いやその外食の相場が違いすぎてびっくりするよね。やっぱ北海道はね間違いなく高い日本でトップクラスに高いね。考えた方がいい美味しいのは美味しいとは。けど値段が違いすぎるかもしれない。やっぱ気軽に外で食べて帰ろうかってなれる料金設定だもんね、九州は。これなら家で作らんよねっていう、うどんにしろ天ぷらにしろ、まあとにかく今回は走らないように福岡にずーっといましたからね。はいいました、ずっと。もうゆっくりゆっくりやってますよ。福岡好きすぎちゃってね。困っちゃった、どのエリアに住もうかなとか思いながらやっと今日は暖かくなってね。ね、もうそう予想外にやっぱ寒かったのが厳しかったね。もうちょっと振り向かれますけどね、俺半ズボンと T シャツで歩ってるそうでとサンダルとおいおいおい完全日本人じゃねえなこいつっていうねありゃ真夏の格好だよねみたいな二度見されてました。